皆さんこんにちは。2月も一瞬で終わってしまいましたね。もう3月ということで、今日は3月の手帳セットアップと2月の手帳の中身を見ていきたいと思います。2月の後半は誕生日月だもんっていう謎の言い訳をしてだいぶ怠けてしまいました。ここら辺のページからは月末に慌てて書きました。ルーティン動画でも紹介した日記は文章をこの分量書くのがちょっと億劫でなかなか書く気になれなくって貯めてしまうことが増えました。なので途中からどんな日だったか、あとは箇条書きでできたこと、できなかったこと、星のマークで気づきを書くことにしました。あと2月は日記と振り返りページを別々にしていたんですが、今回3月からは日記と振り返りを交互に挟んでみました。3月からは扉絵もつけたので1月分がまとまって分かりやすくなりました。このミニ録のデイリー手帳だけはかろうじて毎日書いていました。この手帳に ToDo や1日の流れをメモしているので、この手帳がないと私は他の手帳を書くことができません。この手帳にも3月になったので1ヶ月分リフィルを補充したいと思います。こまめに手帳リフィルを補充するのって結構面倒なので、1ヶ月に1回まとめて補充するようにしてます。ちなみにこの手帳は万年筆で記入していますが、月ごとにインクを変えるようにしています。2月は色しずくの山ぶどうを入れていましたが、3月はショコラな夢を入れました。このインクは友人がお裾分けで送ってくれたものです。茶系のインクでとっても可愛いです。月の初めには万年筆のインクの入れ替えもしました。シュナイダーの万年筆には銀山スノーグレーを入れました。角野の万年筆にはショコラな夢を入れました。昨日のうちに万年筆の洗浄を済ませていたので、早速今からインクの補充をしたいと思います。以前万年筆のインクを入れるときに失敗するっていうのを動画の中でお話ししたんですが、何人かの方が100均にあるこういうコスメ用の注射器みたいなので入れると手が汚れなくて済みますよっていうのを教えてくれたので、今回実践してみました。こうやってインクを入れてる光景を見るとなんだか実験みたいですよね。初めてこの方法で補充したんですが、机も手もほとんど汚れることなくインクの補充ができたことに感動しました。もう一個のコンバーターはちょっと形が違ったので、この方法で補充することはできなさそうなんですが、今回みたいな回転式のコンバーターだとできそうなので、今度からこの方法でインクを補充したいと思います。教えてくださった皆さんありがとうございました。銀山スノーグレーを入れたシュナイダーはロル版などのメモ用に、ショコラな夢を入れた角野はミニ録デイリー用に使いたいと思います。ちょっとここら辺で一旦休憩します。月初のセットアップも意外とやることが盛りだくさんでした。さっきから映ってる美味しそうなパンはお気に入りのパン屋さんのアンバターフランスです。一口食べた後にレンチンした方が美味しいんじゃないかって思って20秒レンチンしてみました。バターが溶けてめちゃめちゃ美味しかったです。休憩も終わったので英語手帳のリフィルをセットしていきたいと思います。実はこの手帳趣味のまとめ手帳になっているんですけど、お仕事関連の手帳にも使ってます。お仕事って言っても YouTube のことだったり Instagram の案件などの管理をこの手帳でやってます。大変ありがたいことにインスタグラムのフォロワーさんの数も増えて依頼をいただける機会が増えたので、締め切りなど忘れちゃいけないなって思ってセリアのマンスリーリフィルを使って管理してます。この白押しっぽい月のシールはセリアで購入しました。日付はいつも使っている日付スタンプを使って押します。こんな感じでマステで他の部分につかないように隠してやってます。こんな感じで完成です。ちょっと手作り感が出るので私はこの方法でやってます。このリフィルは英語サイズなのでサイズが大きい分1日の枠の中に複数書くことができるのでとても気に入ってます。この間シルバーの方も買いました。あと多分同じシリーズなんですけどクリアポケットも買いました。こんな感じでね、ちょっと集めてるカードとかを収納するのに使ってます。
行き場のなかったポストカードたちもここに挟んでます。これは友人が私のウェディングフォトの写真を見て書いてくれたんですが、手帳に挟みたいなって思いつつも穴開けたりするのはもったいないなと思ってしばらく鑑賞するためにここに挟んでます。ちょっと話が脱線しすぎちゃったんですが、さっきハンコをしたリフィルを英語の手帳に挟みたいと思います。こんな感じで英語手帳のセットアップは完了です。あとはね、家計簿のセットアップをしなきゃいけないんですけど、今日は一日セットアップ頑張ったんで明日しようと思います。印刷が手差しで一枚一枚しないといけないので割と億劫なんですよね。私は究極のめんどくさがり屋なので、一気にやろうと思いつつもやっぱり今日はいいやとか思ってやめちゃうことが多いです。前の日にやる気を失ってやらなかった家計簿リフィルの補充をしていきます。バイブルサイズとミニロックサイズをパソコンからしかできないっていうのがちょっと難点ですよね。今使ってるマウスがゲーミング向けのやつなので全然テンション上がらないんですよ。なので新しく可愛いのを買います。印刷が終わったので手帳に挟んでいきます。使っているリフィルはノーブルの無地リフィルです。仕分けの項目と予算だけここに書いていきます。項目ごとの詳細リフィルにも項目の名前と予算金額を書いておきます。あとは手帳に挟んだら完了です。固定費のところはまだ書いてないところがたくさんあるんですけど、ここはちょっと個人情報的な部分になってくるので後で書き足したいと思います。私の月初のセットアップはこんな感じです。大体が万年筆のインクの入れ替えやリフィルの補充がメインです。2月は後半サボってしまったので3月はきっちり手帳タイムを取っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。